はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。今回はなんだっけ？前回に続き、またまた 1DD プラス 1BA モデルなんだね。読み方はソナスでいいの？そうね、この表だとラテン語でソヌスって書いてあるけど、日本だとソナスの方が馴染みやすいみたいだから、ソナスにしようか。はいはい、了解。では改めまして、セブンヘルツ、ソナスのレビューだよ。1DD プラス 1BA ってエントリーモデルに多いイメージだけど、ソナスは9000円ぐらいだから、エントリーモデルの次に狙いたい価格帯のモデルってことでいいのかな？いいんじゃない？前回のレビューモデル TRN-ST1 Pro や KZ クリラとドライバー構成は同じ。3000円ぐらいの価格帯からイヤホン始めた人には、ドライバー構成同じで価格が約3倍ってどんな音なんだろうって興味をそそられるんじゃない？3倍音がいいのかな？3倍？カラバリに赤もありますね。シャア専用ですよ、きっと。見せてもらおうか、ソナスの性能とやらを。また言ってるよ、この子。イヤホンだからね。聞かせてもらおうか、ソナスの性能とやらを。大いいんじゃん。ああ、確かに。それにしても、どのカラーもいい感じね。どれにしようかな。あんまり赤って持ってないから、やっぱ赤かな。音聞いてないのに、もう買う気。さっき聞いたのよ。3000円ぐらいの価格帯のモデルと比べて3倍栄養とかどうかはわかんないけど、第一印象がすごく良かったからすっかり気に入っちゃった。価格差の一部はパッケージが凝ってるとか付属品の多さがあるよね。交換用フィルター、イヤピの種類、数、ケースもついてるね。でも価格的にはそんなにしないものばかりだよね。ケーブルはなんかこのケーブル良さげだよ。そうだね、4個は銀メッキ OCC ケーブル。あんまり見ないタイプだね。フラットタイプでジャックのデザインにもこだわりが見られると、まあエントリーモデルにはない部分かな。エントリーモデルとは違うのだよ。エントリーモデルとは、はいはい、愛はガンダム好きだよね。そうね。サイズ、重さは上の通りです。フェイスプレートが高級グレードのアルミなので軽めに感じます。特別高級っぽくはないですが、シンプルで質感のいい仕上がりだと思います。ステム系がちょっと太く感じます。音の出口がかっこいいなぁ。装着して見えなくなっちゃうのがもったいないなぁ。BA はここにいますね。ノズル内じゃないのがなんか好きです。BA に 7Hz の刻印があるの見えますか？ダイナミックドライバーは見るからに 10mm 以上あるなぁと思ったら 11.3mm でやっぱり大きめでした。じゃあそろそろ音質面が知りたいなぁ。そうね、波形見てみようか。まずバンドルイヤピ2種を重ねた波形から。大きな違いはないみたいだけど、ここは耳がいい人が気づくかな？そうね、こっちのタイプは内径が細くて装着するの結構大変だったからこっちの方が良かったが、一応よく使うイヤピも重ねてみたのがこれです。バンドルイヤピの色合いがさっきと変わっちゃってごめんなさい。広域の感じが中間的で耳に馴染むダンジジの TAPB がやっぱり好きなのでサウンドチェックで使用しています。シングル波形だこれね。いい感じのバランスに見えるね。低域には存在感があるけど 200Hz 手前あたりから減衰してて厚ぼったくない雰囲気。中域は一昔前に比べるとあまり減衰しないのが増えたよなーって思う。中高域は 2km と 5km 手前あたりの緩やかなピークでメリハリと明るさを感じる。8km付近のピークも程よい感じ。ノズル内に BA がないってこともあるのだろうけど、鋭すぎない広域もいいね。愛ちゃんの第一印象がいいって思ったのにもうなずける。比較するモデルってあるの？1万円ぐらいで 1DT プラス 1BA だよ。手持ちでとなるとなかなか難しかったんだけどあったよ。これね、トリポイン、ロンバス、ドライバー構成と価格帯が大体同じ。ソナスに比べると小型で装着感が結構いいよ。10mm ダイナミックドライバーと BA がノールズ33518。見ての通り意外とドンシャリなんだわ。中域以外は似た部分が多いですね。違いわかるかな？まあとりあえず聞いてみようか。そうですね。音質調整はソナスを基準にしています。ではサウンドチェックです。音量上がります。
はいサウンドチェックでした。愛はやっぱりソナスの方が好きな感じでしたね。そっか、ロンバスも結構いいと思ってたんだけど、ソナスが優等生すぎるのかな。波形通りなんだけど、ロンバスって結構低域がしっかりしている印象だった。ソナスも 200Hz 手前まで同じようなカーブなので、低域はしっかりしているんだなと。ただ、この部分の出方の差が影響しているんだろうね。ここを抑えているロンバスの方が低域が強く感じ、ソナスはこの帯域をそがないことで、ドンシャリ特有のちょっと詰まった感じの音ではないよね。中高域はあまり差があるようには思わなかったけど、6から7キロあたりの高域はロンバスが鋭かった。そんなわけで、ソナスは高低のバランスが良く、1万円ぐらいのオールラウンダー的なポジションのモデルなんじゃないかと思ったよ。ドライバー構成も価格帯も違うけど、参考までに 7Hz のゼロの波形も重ねてみたよ。ゼロを持ってる人多そうだからイメージしやすくなりそうだね。1キロあたりまでは結構似てるけど、中高域以降のキャラクターは結構違うね。ここで参考になるのは、ソナスがゼロ同様、中域をあまり落としてないよってことかな。中域を抑えるモデルが減っている傾向のようで、卒のないモデルが増えている点では面白みには欠けるけど、やっぱりこういう感じのカーブが多くの人の耳に合うんだろうね。愛ちゃんが第一印象良かったって言ってた通り、私もソナスの印象はずっと変わらずいい感じで、BA がノズル内にないこともいい結果になっているのか、シンバル系も痛くならないし、すっきりした出音なのに迫力も結構あって、サウンドステージも広く感じる。バランスがいいと低位感や緻密さも底上げされるのかなって思う。そうですよね。愛は久々に買いたいってすぐ思いましたよ。あとは色で迷うだけです。赤買うんじゃないの？そう思ったんだけどね。他の色もいいのよね。まあ、じっくり迷ってちょうだい。1DD プラス 1BA の構成としては、ミドルクラスな価格帯と思えるソナスは、これが特徴です。っていう特徴は持たず、全体的にそつなく、高いレベルで仕上がったモデルという印象でした。エントリーモデルの次の候補の一つとして上がるモデルではないでしょうか。すでにたくさんのモデルをお持ちの方には、そつのないすっきりした出音が逆に新鮮に感じるかもしれません。まあ、あくまで個人的にそう思ってるだけですけどね。ということで、1DD プラス 1BA、7Hz ソナスのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。